Are we just smaller 久しぶりにお部屋のルームツアーをしたいと思います。刺繍でイラストが書いてあるのがたまに Are you モンゴル旅行の写真集をで飾って、この折り方が少し作業部屋は私の机、彼の机でこっちアレクサ L モード might believe that 生活感を everything なるべく出さない。on Tuesday, faith and birdsong. The moment I wake, turn the dial to the right place. This is my morning, the Tennessee way. The clock is ready to be walking. Pot of coffee got me talking. Patsy cries out, she's so crazy. This is a morning, Tennessee make me. Found a cafe through the esters. こんにちは、えりこです。ということで今日は久しぶりにお部屋のルームツアーをしたいと思いますで今回もいつも通り彼と一緒におしゃべりしながら進めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。一番最初にルームツアーしたのって結構前だっけ？もう2年ぐらい前？そうね、1年半前かな。1年半前か。うんなんかさ、1年半前もさ、多分ここの同じ場所からルームツアー、変だねそう始めてるんだけど、うんこっちの裏側から見てて思うんだけど、だいぶ慣れたなって思う。私もねすごい思う自分でね、まあ人はねやっぱり回数を重ねるごとに慣れていくということで、はい。まあ、そういうのことはさておき、前回前々回とかはリビングダイニングのツアーみたいな感じで結構ルームツアーもそんな感じでやってたんだけど、うんそういえば下の階あんまり最近紹介しないなと思ったので、今回は下の階の作業部屋とか寝室、まあ、お手洗いとかなんかちょっとあんまりお見せしてないところとかも収納とか紹介できるところあるかなと思ったので、ちょっとシェアできればと思っています。上も紹介してくれるって感じだよね。うん、最初上の階を話して後半下の階に行こうああ、とそういうことね。思っています。はい。はい、早速行ってみましょう。というわけで上の階にやってきました。上の階のお話をする前にちょっと全体の間取りというかこんな感じだよっていうのを最初にお伝えできればなと思っています。まず我が家はメゾネットタイプのマンションになっていて、上の階と下の階2階建て構造になっています。我が家ではこの上の階が、パブリックスペースというかリラックススペースというかダイニング、リビング、キッチン、小上がりスペースみたいなのがあって、よく Vlog にも登場してくる場所かなと思います。で下の階は作業部屋、寝室、お手洗い、洗面所、お風呂とかそういったものがあります。ここに1年半ぐらい住んでるんですけど、なかなか引っ越したくないなって思うお気に入りのお部屋になっています。で、なんでここのお部屋にしたかっていう一番の理由は見てわかる通り日当たりの良さと、めちゃくちゃいいよね。そうここは目の前が結構開けてて、ずっと向こう晴れてて空気も透き通ってると富士山が見渡せたりとか、昼過ぎぐらいにはもう直射日光ガンガン入ってくるぐらい日当たりが良くて、そこがとっても気に入ってるというかいいよね。うん、冬でも結構あったかいというか、なんなら暑いよね。うん、今暑いもん。エアコン今はちょっとだけエアコンつけてるけど、
真冬でもまあエアコン切っても今切っても過ごせるね。過ごせるぐらい。なんか過去に日当たりが悪い1回とか、あとオーストラリアの時もね、なんか UV カットの窓みたいになってて、結構日当たり悪めだったんだけど、日当たり悪めのところにいるとどうしてもちょっと気分が落ち込んじゃうなっていう時がやっぱ多くて、お部屋はなるべく居心地よく住みたいので、日当たりはかなり第一条件みたいな感じで選んでました。お家の全体はそんな感じです。はい。というわけで、この隣のダイニングから紹介していきます。でダイニングスペースは、こんな感じになっていて、丸テーブルと椅子が2つ置いています。このダイニングテーブルはヘイの CPH20 っていうダイニングテーブルで、リノリウムっていう素材の天板で作られています。三角形みたいな足なのがキーポイントで可愛いなと思ってます。結構これもう使い始めて1年半2年近く、引っ越してきてすぐ買ったからね。経つけど、なんかちょうどよくこうさ、味が出てきたというか。確かにちょうどよく味が出てきたかも。そう少しこう表面にムラが出てきて、なんかそれもいいなって感じてるかも。でも思ったより傷がつかないのが良かったなって思ってる。傷つかない。ちょっとね、ここが削れちゃったところがあってショックだなっていうのがあるけど、ここにちょっと傷がついちゃいました。でもそれくらいかな、気になってるところで言うとね。丸テーブルがやっぱりいいなと思ってるのは、普段は2人で食事してるけど、結構大人数で食事会しようみたいな感じで呼ぶことも多いので、そういう時にバーッとスツールとか並べて囲めるので、あんまりこう人数に限らず囲えるのがすごくいいなと思ってます。そうだね。だいたい8人ぐらいまでだったらマックス囲めるね。そうだね。結構ぎゅうぎゅうではあるけど、四角のテーブル置いちゃうとちょっと使い方が難しいなっていうスペースではあって、っていうのもあるから円卓が気に入ってますね。なんか四角のテーブルよりなんか圧迫感がなくていいね。そうかもしれない。90と120あって、120の大きいサイズを使っています。でダイニングチェアはガルファニタスっていうブランドの S16 っていうチェアを使ってます。でね、2脚あるんだけど、こっちがゴールドみたいな色で、こっちがセメントグレーっていう、青っぽいくすみ青みたいな色のやつ、色違いで揃えてます。これもね、硬い、座面は硬いんだけど結構座りやすくない？座りやすいね。座面がこうなってて、こうなってるはい、伝わりますでしょうか。座ってみると、このお尻のところが膝のところより少しだけ下がってるのが座りやすいポイントなのかもしれない。私150センチの身長なんですけど、それでもちゃんと足がつく。これね、他の海外の椅子とかだとつかない時とかあって、そうなんか他の椅子座ってみて、これぐらいの座高の高さだと、きついんだっていうので、なんかそのサイズを結構見て選んだかもしれない。そうだったね。引っ越した時からずっと使ってます。でここは自分の好きなものエリアみたいな感じになってるんですけど、これお香とかキャンドルホルダーとかで、いつもこうメインに置いてるのがこのマリメッコのフラワーベースをダイニングテーブルの上に置いてお花を飾ってます。これはフィンランドに行った時にマリメッコアウトレットで安くなってて購入したものなんですけど、これぐらい大きい花瓶ってなかなか日本で探してもそんなにたくさん売ってはいない、見つけられないので、はるばるフィンランドから抱えて持って帰ってきましたそうね、手荷物で持ってきたよね。で結構口広いので生けてるのがすごく難しかったんですけど、剣山を導入してからはかなり生けやすくなったというか、立ってくれるんで、これがねない時は横にこう行っちゃって顔出してくれない感じになってたんですけど、そう剣山導入してから綺麗に飾れるようになりました。確かにね。そんな感じかな。はい、でちょっと突然なんですけど、うちの悲しポイント一つあったなと思ったのがライトです
この間接照明がねこう壁につけられてるのと上にライトついてるんですけど、シーリングライト外して好きな照明つけれるように大体のお家はなってるかなと思うんですけど、うちはなんか全て取り付けられていて後から交換できるような仕様になっていないっていうのが悲しい。なんか謎に玄関のさそうそうそう、あそこだけ変えれるんだよね。そうでもそこがなんか3メートルぐらいこうコード流れててすごい長いはしごがないと取れないっていう。取り付けできないね。そうここのリビングの上のライトがもうそのまま埋め込んであるので残念ながら結構シーリングライト選ぶのもさなんか楽しみじゃん。それが選べないのが悲しいなって思ってます。間接照明はいいんだけどね、すごくつけると雰囲気が出てっていうだけの話。はい、はい、というわけで戻りますとダイニングテーブルのエリアはそんな感じでした。で次じゃあソファースペース。ここはソファーとカーペット、テレビみたいな感じになっていて、主にテレビを一緒に見たりとかちょっとくつろぐ時に使っています。でまずこのソファーはアルフレックスっていうイタリア発のブランドのマレンコソファーっていうソファーを使っています。これはねおばあちゃんとおじいちゃんになるまでずっと使うっていうのでもう一生ものだねって言って大事に買ったソファーになります。一番このお家の中でもしかしたら高いかもしれない。このねムチムチっていうかこう雲みたいなモコモコっていうフォルムが可愛いんですけど、なんか想像してるよりも沈まないというか結構しっかりした座面、反発がしっかりあるね。それがすごくいいなっていう風にこのアルフレックスの店舗行ってで座ってみた時にいいなと思って購入を決めました。せっかくうち天井高いのでその分ローソファーにすることでよりお部屋が広くというか見えるかなと思ってローソファーにしたかった。特にこのお部屋の、言うと真ん中ら辺にあるから、あんまり背の高いソファーよりかは、ローソファーの方が広く見えそう。そうボーイフレンドにもさ出てたよね。ボーイフレンドのお家の中ね、ネットフリックスでやってるボーイフレンドの、いろんなアーティストさんとコラボしてるカバーとかがあったりとか、これはヌード地です。で今使ってるクッションはファインリトルデイっていうスウェーデンのブランドのクッションカバーを使ってます。刺繍でイラストが書いてあるのが可愛いなと思って、これもスウェーデン旅行行った時に購入して飾ってます。でもこのファインリトルデイは日本でも有名なブランドなので日本で探してもきっと見つかると思います。あ、そうなんだ。多分そう。でこれはずっと使ってるIKEA で購入したクッションカバーです。ブランケットも結構季節によって取り替えてたりするんですけど、今飾ってるのはマリメッコのブランケットですね。意外とマリメッコっぽくない配色で、それが逆に可愛いなと思ってオーストラリアいる時に購入しました。これずっと使ってる。でサイドテーブルはウォウドっていうウッドなのかな。ウォウドこれもねオーストラリアに住んでる時から使ってて今もお気に入りで使ってます。これはこう S 字に足がなっていて表と裏でそれぞれ本とかを収納できるので、表は好きな本、裏はテレビのリモコンとかエアコンのリモコンとかそういう見られたくないものとかを収納するときに重宝してます。色が結構テラコッタ色が私は好きなので、この絶妙なカラーリングもすごくいいなと思って。ウッドなんだって。ウッドです。 WOUD って書いてウッドです。でお隣のカーペットはこれはねアクタスで購入しました。色はブラウン、グレー、白とか結構シンプルなんだけど、形とかフォルムが結構印象的でそれが面白いなと思って購入しました。ちょっと幾何学模様みたいなのがいいよね。丸だったり四角だったり、かわいい。ちなみにここにはモンステラがいるんですけど、モンステラが結構ジャングルみたいに結構生えてるので
この後ろに Wi-Fi のモデムとかあるんですけど、それをこううまく目隠ししてくれるものとしてここに置いています。活躍してくれてるね。そう、めちゃくちゃ活躍してくれてる。もうこんなどこまで行くんですかっていうぐらいさこんなとこまで行っちゃって、すごい成長してます、モンステラ。でその上にはアートを飾ってます。この壁が少しこう殺風景で寂しいなって思ったので、ここに3つアートを飾って、アート飾ると結構目線がこっちに目が行くので、それがいいなと思ってずっとここに飾ってます。アートはボームグレイテイルっていうところと、あとオーストラリアで買ったやつ、これはザ・ポスタークラブかなっていうポスター屋さんで購入しました。そんな感じで好きで、次はダイニングテーブルの後ろにこういう小上がりスペースがあって、その一帯を紹介します。まず小上がりスペースの手前にあるのがブックタワーとオープンシェルフと、あとムーミンのスツール、こんな感じで飾ってます。ちょっとねこっち側の目隠しになるというか、そんな感じでここをレイアウトしてます。一番のお気に入りはこのブックタワー。これはハーマンミラーで購入しました。私本大好きなので、本をこう印象的に飾りたいなと思った時に見つけたものになるんですけど、こう交互にね板をこう配置してて、そこにこういう写真集とか小説とかで、たまにこういうミッフィーちゃんとかこういったものを飾ってます。でさっき言ったようにテラコッタ色大好きなので、この色が気に入ってこのトマトっていう色だったかなを購入しました。190センチぐらい高さあるので、お部屋の中でも割とこう一番印象的というか目立つ存在になってるかなと思います。で隣のこのオープンシェルフはフルクラムっていう日本のブランドで購入しました。この木の足とスチールの板っていう組み合わせが意外とないなと思って、そこが気に入ったポイントです。でそこにヘイの収納で整えてます。これはアルテックのプラントポットとして作られたものなんですけど、小物ケースとして使ってます。全体的にこうお香とかガジェット類とかを、好きなものをここに収納してます。上段に何かしら好きな本を飾ってるんですけど、今は自分で作ったモンゴル旅行の写真集を飾ってます。夏にモンゴル旅行行ったので、その時作った本をこんな感じで飾ってます。それはどこで作ったの？これボンブックスっていうオーダーブックのお店で作りました。へー。4000円ぐらいだったかな。でウェブでこう好きなの選んだりとかして発注します。なるほど。そう、これもおすすめで、隣のスツールはアルテックのスツール60っていうスツールで、しかもねじゃん、ムーミンとのコラボのスツールです。これもねフィンランドに旅行行った時に、新婚旅行で行った時ね、フィンランドで見つけて、はるばるこれも抱えて持ってきました別に日本でもあの時売ってたけどね。売ってないよな、秋にならないと。ちょっとだけフィンランドの方が早かったのか。早かったし、その時タンペレのムーミン美術館に行ったりとかして、思い出としてねそこに行ったなって、あの時買ったなっていう風に思いたかったから、フィンランドから持ってきたかったっていう良いことだと思います。はい、思い出が詰まってるスツールです。でここが小上がりスペースになっていて、私たちは読書スペースみたいな感じでレイアウトをしています。私が本好きなのと、あと彼も結構写真集とかをたくさん買うので、ここに写真集とか、小説とかそういったものを収納してます。でこのエリアで一番お気に入りの家具がこの本棚なんですけど、北欧ヴィンテージの本棚で、デンマークのボーエモエンセンっていう方がデザインした本棚になります。その本棚だけは、全然値段を教えてくれなくて今も知らないいやでもさっきのとかよりは全然ね、だけどこう普通の本棚としては結構いいお値段がするんですけど、そうでもね、この木の質感とか温かさみたいなものは
全然違う。このねちょっと濃いめの木がいいなと思ってて、探したらオークとかチークとかになるんだけど、そういった木を使っている本棚で、ヴィンテージの本棚探してる時に足つきのものとか結構可愛いのたくさんあったんだけど、我が家この小上がりに置きたかったので、さらに足がついてると少し不格好になっちゃうかなと思って、あえて足がつかない結構シンプルめな本棚を選びました。結構ね細かく調整できたりとか、棚板がねそう好きにこう調整できたりとかもするし、その時その時に応じて使い分けられるので大事に使えるかなと思って気に入っています。やっぱり大好きな本を大好きな本棚に飾りたいっていうのがあったので、それだけはちょっと譲れずにお気に入りだなって思えたのを購入しました。あとはカーペットとか韓国のブランドをバイまで見つけてきて、でこのぴったりサイズにしたかったので大阪のカーペット裁断屋さんにそのまま送って届けてもらいました。ほんとぴったりだからそれが気に入ってるのと、あとこのちょっと濃いめの青っていう色合いってなかなかなくて、これも気に入ってます。でこの折り方が少しヘリーボーンみたいな折り方になってて、ここも味があっていいなと思ってます。であと工夫してるポイントで言うとこれかな、カーテンです。ここカーテンレールがなくて、で外がベランダになってるので全然カーテンなくてもいいんだけど、少し、殺風景なので隠しにしたいなと思ってた時に、ドロワラインっていう突っ張り棒を普通縦で使うのが一般的なものではあるんですけど、このドロワラインは横も使えるものなので横に突っ張ってカーテンのレールとして使ってます。イエノっていうブランドの1423っていうマルチクロスをカーテンとして使ってます。我が家のカーテンはほとんどそのイエノのカーテンで合わせてるかなと思います。これはね普通の布なんだけど、折りたためば好きな長さでカーテンとしても使えるっていうもので、カーテン用の生地もたくさん売ってるので、そこすごくおすすめです。カーテンって引っ越す時にカーテンの高さによって買い替えなきゃいけないっていうのがちょっと嫌だなって思ってて、この布だったら引っ越したらここを折りたたむところを変えればそのまま使えるので、ずっと使い続けられるなと思って購入しました。でここは日当たりの良さを重視したいので、なるべく薄い生地のものとかを選んでいます。で次は小上がりスペースの横のこちらのスペース。ここはねアップデートしたところが多いかもしれない。一番はこのキャビネットですね。でこれはアルテックのキャビネット250っていうもののムーミンコラボのキャビネットです。これね見た目は普通のキャビネットなんですが、なんとじゃん、中側にたくさんムーミンの落書きが書いてあります。かわいいね。かわいいでしょ。原作者のトーベ・ヤンソンさんが実際に落書きしてたものとかを集めて、でここにデザインしてるみたいなものになっていて、キャビネットとか長く使うものだから外側に書いてあると少し飽きが来るかもしれないなって思うんだけど、中に書いてあるっていうね、気の利いた感じがすごくいいなと思って、おしゃれです。そう気に入ってます。ちなみにさ、その中は何が入ってるとか、この中、この中はねお茶っ葉とか綺麗じゃない箇所もありますけど、お手柔らかにということで、上にマグカップ、中段にお茶っ葉、下にナプキンとかろうそくとかが入ってるのと、反対側はお薬とか手芸道具とか、ボードゲーム関連のものが入ってるんですよね。下でも使ってるんだけどね、無印の小物ケースがすごく便利で、今ねいろんなところに置いてあるよね。そう、いろんなところに置いてある。小物をちゃんと整理して収納するものって結構見つけるの難しくて、このちょうどいい小さな大きさで6個あるので、いろいろ細々した体温計とかお薬とかコードとかそういったものを収納できるのでとっても便利です。でこれ横にも縦にもできる。で一番角っこ、ここも最近作ったんですけど、でこれは IKEA のキャビネットです。この中はねちょっと見せられないものがカメラの機材とか、そうそう、三脚とか、そうそういうのが入ってますね。そうです。彼がそういう
ガジェット好きなのでたくさん機材がここに置いてあって収納したいなと思って IKEA で見つけました。はい、で下に行くとさらに IKEA のもの続くんだけど、収納ケースとか収納キャビネットは IKEA か無印で大体揃えてます。その2つがね、品数もあるし、デザインも豊富な上にここに入るぴったりのサイズって探そうと思うと結構サイズ感がちょうどいいものが結構見つかったりするので、いつもここメジャーで測って IKEA と無印のウェブサイトをチェックしてちょうどのものを見つけるみたいな感じで使ってます。それで見つけたやつ。大きい家具は IKEA の方が多いかな。そうだね。でちっちゃい小物入れとかは無印の方が多いかもしれないね。そうだね。小物ケースとか、なんかボックスとか、そういうのは無印が多いかもっていう感じです。はい、で下に降りてきました。で下の階のまずここは作業部屋になってるんですけど、ここから紹介しようかなと思います。作業部屋は私の机、彼の机みたいな感じで L 字型の配置にしてて、それぞれここで仕事をしています。でじゃあ私のデスクのところを紹介すると、ここで一番お気に入りのものはこれかな。これはハーマンミラーのセールチェアっていうチェアです。これもね1年半前ぐらいに購入して、そこからずっと使ってるんですけど、もうねこの椅子がないと仕事が集中できないってぐらい気に入ってます。なんかね買う時に、結構高いお買い物だったから悩んで買ったね。そう、でも座り心地もいいし、結構ワークチェアっていかついデザインも多いんですけど、これは色が白で、この背面のデザインとかもスタイリッシュで綺麗なので、それもすごくいいなと思っています。でワークデスク、このワークデスクもこれは5年ぐらいずっと使ってるかなでものっていうセミオーダーの机が購入できる家具屋さんで購入しました。とにかく私は大きな机で作業したいっていうふうに思った時があって、だからなるべく大きくしようと思って、多分横幅120から140ぐらいじゃないかなとは思うけど。そうだね、120、140 横幅というよりかは奥行きがしっかり広いタイプだね。奥行きもね100じゃないぐらいだよね。そう奥行き100ぐらいある。普通はね多分7、80とかなんじゃないかなと思うんだけど、100ぐらいあって、もう横にも縦にもなるべく広いものをオーダーしました。で木の素材も選べるんですけど、私は杉の木にしています。何不自由なく使えているのでずっと同じものを使ってます。普段こういう Vlog 編集したりとか作業するときは、このパソコンをこのモニターにつなげて2画面で作業してます。なるべく机の上に物を置きたくないので、配線とかそのコンセントとかは全部この机の下に隠すようにしてて、上には見えないようにしてたりとか、このモニターもモニターアームを使ってこう足が出てこないようにしてたりとか、そういう工夫をしています。なるべくすっきりさせたい気持ちではいるっていう感じ。ごちゃごちゃしてるけどごちゃごちゃしてないよ思うよ。綺麗かなはい、ここがね一番最初にルームツアーした時とガラッと違うところかなと思うんですが、この机の横のキャビネットが変わりました。でこれも IKEA で購入したものです。結構収納力あるもの欲しいなと思って、これは1段でも使えるものなんですけど、2段重ねて使ってます。マグネットになってたりとか、質感もマットで安いんだけど安く見えないのがいいなと思っています。 IKEA のさこれ系のキャビネット可愛いよね。ね、可愛いよね。なんだろう、お部屋に馴染んでくれるというか、シンプルでそういい感じ。1個だけ、言うて僕が組み立てたのではい、ポイントを言うと、ドアの位置がちょっとだけ互い違いになっていて、そうなんだよね。そこはおしゃれポイントです。ここですね。こことそこです。ここが上下でちょっと位置が違うっていう。だから半分じゃないってことだよね。そうだね。あと私は上はもう好きなものでディスプレイしています。はい。でこちらが寝室に
なります。こっちはね4畳ぐらいの結構狭いお部屋なのと窓がないので、普段はもうここを扉がこうあるんですけど、基本はもう開けてこうワンルームみたいな感じで使ってます。で、狭いので足が長いベッドだとちょっと圧迫感があったりとか使いづらそうだなと思って、もうなるべく低いローベッドにしてます。このベッドカバーはヘイで、枕カバーはテクラのものを使ってます。マットレスはコアラマットレスです。このベッドフレームは、ローヤの確かベッドフレームだったと思ってて、で片側に、ちょっと棚というか出っ張ってる。そうだね、ちょっとだけこう置けるスペースがあるので、サイドテーブル代わりみたいな感じで使っています。はい、ちなみにですごく狭い高さではあるんだけど、もうこれぐらいの高さではあるんだけど、ちょっと空箱とか本とか収納したくて、こんな感じでここに入るボックスを Amazon で見つけて買いました。素晴らしい。収納が意外とうち少ないから、こういう感じで収納できるところには収納をと思って潜ませてます。で、ちょっと遠いんですけど、そのベッドの隣が少し変わって、上のキャビネットを買ったタイミングでリビングでこのキャビネット使ってたんですけど、それをベッドの隣に移してここで使ってます。ぴったり入る幅だったのでちょうどいいなと思って使ってます。で、一番上のドーナツライトは IKEA のものですね。アレクサ夜モードっていうとつくようになっています。素晴らしいです、ね。素晴らしい。アレクサ寝るよ。アレクサ寝るよ。アレクサ寝るよって言うと消えるようになってます。はい。ちょっとあんまり言うこと聞かないけども、寝室はシンプル、そんな感じでした。でもあれだね、キャビネットの上とかさ、エリコちゃんがディスプレイしてくれてるというか、うまくハンカチ、あれパリで買ったやつ？パリで買ったやつだね。パリで買ったハンカチとかをうまくディスプレイして、そう綺麗になんか並んでるなーっていつも思ってます。ありがとう。素敵です。ありがとう。ちなみに最近のお気に入りはこのドライヤーです。置き型のドライヤーでハンズフリーで髪を乾かせるっていう家電。これがすごく気に入ってて、乾かす時間って結構めんどくさかったの。めんどくさいっていうか、こうやってやっていなきゃいけないんだけど、その間に、急いでる時とかここでお化粧する時とかもあるんだけど、乾かしながら何かできるっていうのがすごく時短になっていいなと、時間を有効活用できていいなと思って気に入ってます。普通にしかも髪サラサラになるしね。そう、なんかちょっと熱すぎない温風をかけてるみたいで、多分普通のドライヤーより距離ついつい離しちゃうと思うんだよね、ハンズフリーだから。外してるのがいいのか。外してるからその分温度が下がってるんだと思うんだけど、その風が出るところが2個あるじゃん、だからドライヤー2つで乾かしてるみたいになってて、結構乾くのは割とそんな遅くなく、でも熱すぎずいけてるんじゃないかなと思っております。なるほど、そうです。ガジェット好き芸人詳しいバイガジェット好き芸人ということでした、おすすめで。次はじゃん、お手洗いですここは初めて見せる。初めてだっけ？お手洗い見せたことない。本当？お掃除した時に見せたかなぐらい。で本当にね、お手洗いは本当にシンプルなので、すごく何かがおすすめできるものが少ないんですけど、それでも生活感をなるべく出したくないなと思っているので、この山崎実業だったかな、そうのこの背面キャビネットみたいな、こうやって動かせて、こんな感じで後ろ側にトイレットペーパーとかお掃除道具とか収納して、こうやって隠せるのですごくすっきりします。でこっち側にもトイレットペーパー収納ケースがあって、これもこっち側を見せると何も見えないようになっているので、角っこに
こういう感じで収納してトイレットペーパーを入れています。トイレはやっぱ生活感が出ちゃうので、なるべくこういう収納で隠すようにしています。ちょっとね、気持ち好きなタオルを飾ってみたりとか、イソップのポストプードロップスっていうトイレ用消臭芳香剤、これねマンダリンの香りがするいい香りのする消臭剤なので、これを使ってて、なぜか2つあったりするのと、で好きなハンドソープもここで使ってます。ハンドソープはね毎回なんとかのお祝いとかでよくもらうことが多くて、だから洗面所と洗い場とお手洗いでバラバラのハンドソープ使ってます、はい、そんな感じでした、はい、で次はちょっとだけ玄関周りを紹介しようかなと思います。ここもね結構シンプルめではあるんですが、一番自分的に工夫しているポイントは、これ螺旋階段があるんですけど、螺旋階段下の場所を結構収納スペースとしてうまく活用するようにしています。でこれが玄関からこう直接こう正面見た図なんですけど、ここがねやっぱりその段ボールの空箱とかなんかハンガーとかそういったものが結構ごちゃってしちゃった時があって、どうにか収納できないかなと思って、結構もう全部ほとんど無印なんじゃないかな、これだけ IKEA なんですけど、あとは全部無印の収納で揃えてます。その大きいボックスも無印なんだ。そう、これ無印の頑丈ボックスみたいなこれも上と下サイズ違いなんだけど、たくさんサイズがあって、ここもこうやってこう測って組み合わせをどれがいいかなと思って選びました。螺旋階段なので結構奥行きとか高さ気をつけないとここにはまんないなって思って、自分的にはねよく入ったなって思う。すごいここの幅がぴったりでなんか気持ちいいえりこちゃんはさ、なんかすごい家具入れる時に絶対測るじゃん。いやなんか思い返してみると、自分ってあんま測ってこなかったなと思ってあ、そうなんだ。思い返してみると、そうだから一緒に住んでから、測るってすごく大事だなって思ってる失敗しちゃうもんね。いやそうなんだよね、確かに測るって手があったかってなんなら思ってるなんとなくこの辺置けるかで買っちゃったものとかって逆にすごいね。これ収納ボックスとかだとさ、ぴったりはまるのが大事じゃん。まあそうだね、やっぱり。でこういうのとかはもう本当になるべくシンデレラフィットみたいなのが気持ち的にも気持ちいいから、それで探しますね。無印のこれ結構便利。ここに洗濯物のハンガー入れたりとか、この上段だけちょっとちっちゃいやつにしてて、ここに段ボールカッターとかゴミ袋とかそういうの収納してて、あと一つお気に入りのものとしてはこの玄関マットで、これはヘイの玄関マットです。だいぶシンプルなもので収納とか揃えてるんだけど、この青とちょっとエンジ色の配色が結構アクセントになって、これでちょっと可愛くできてるかなと思っています。なんかこう出迎えてくれる時というかさ、出入り口にこのアクセントがあるのなんかいいね。ちゃんとここからお家だよって言ってくれてる感じがする。いいこと言いますねそういう感じで置いているつもり。かわいい。かわいい。はい、はい、ということで我が家のルームツアーいかがでしたでしょうか。はい、質問いいですか、1個だけ。はい、どうぞ。じゃあこのお家で1個だけ、1個だけこれ一番気に入ってるんですよねっていうのがあれば、もしくはそのお家全体として気にしてるポイント、気にしてるポイントは生活感をなるべく出さない。生活感なるべく出さないってどうやるの？こういうさ収納ボックスになるべく入れたりとか、例えば歌丸とかさ、そういうねちょっと自分の好きな色じゃないものとかは棚にちゃんとしまうとか、洗濯機をちゃんとカーテンで隠すとか、それは結構意識してるかな。で生活感が見えるようになったらそれを隠すように収納キャビネット買ったりとか、結構してるかもしれない。テラコッタ色とかブルーとか、割と我が家はベースの家具はシンプルにしてるんだけど、小物とかは好きなものを置きたいから結構カラフルなものを置いてて、でその代わり生活感をなるべく出さないようにしているかもしれない。みんなそうかもしれないけど。
いやみんなそうではないと思うよでも確かにその一緒に住んでて、なんかどうしても生活感で見えちゃうのを、確かに自分も気にするようにそのクローゼットとかに結構バンバン押し込んだりしてたけど、昔ね一人暮らししてた時とかは、だけどなんかえりこちゃんはそのうまく小物とか、収納ボックスとかをそれこそヘイもあったり IKEA もあったり無印もあったり、いろんなメーカーで見つけてきてうまくやってるなっていう印象です。素敵です。ちゃんとこのボックスにはこれ置くみたいな結構居場所を決められるようにしてますね。そんな感じ。いろいろあるけど、そんな感じです。というわけで、日が沈んできちゃったのでこの辺にしたいと思うんですけど、今回このお部屋全体を紹介したいなと思って、ざっくり大きな家具とかを中心に紹介してきたので、もう少し深掘ってほしいなって思うことがあったらコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。それでは最後まで動画見てくれてありがとうございました。また来週の動画でお会いしましょう。バイバイ。